日どのぐらい炊かれるんですか？2升4回か5回ぐらい炊く。10種とか。はい。餃子は一度にどのぐらい？だいたい600個か700個ぐらい。主に週末とかに入れちゃう。1ヶ月あるかないかぐらい唐揚げメインで、唐揚げだけじゃ飽きちゃう。子供にも食べやすい、みんな大好きな唐揚げもそうなんですけど、餃子もニンニク使ってない。ニラ入っちゃってますけど、なるべくニンニクに頼らない料理。ニンニク入れたね、何でも美味しい。隠し味にちょっと味噌つけたりもしてます。僕は20代の時に親父が亡くなっちゃいましたので、中華で修行してたんですけど、突然親父がもう余命に行くばかって言われちゃって、でそこで、帰ってこいと、修行半ばに、帰ってくることで、小中高と文集とかで夢書くじゃないですか、角屋3代目になるってことは自分で書いてたので、とうとうその時が来たかなっていうサラリーマンになるかならないか友達と話してる時にふと親父の風景見て、親父なんか楽しそうに仕事してるなって思ったんで、家継いでみるかっていうのが一応決めた理由なんですけどね。でいざなってみたらそれは大変ですよ継続していくのが大変だなっていうふうに日々思っていますね。僕が書いたネットリゾってやつですけど、人が集まり9か所ってその通りだな、いい言葉だなと思って。モットーみたいなものですか？そうですね。塩も入れてやっぱり柔らかくなります、焼くだけより。昔は2豚使ってたんですけど、ちょっと自分の中で違うなと思って焼き豚を使うようにしました。ここ1年2年で買いました。こっちの方が美味しいかな。チャーシューはあとチャーハンとかに使ってますし。1日どのぐらいの鶏もも肉を使用されるんですか？全部の店舗合わせたら4ケース6ケース1ケース何キロとかですか12キロ。72キロとか。そうですね。月間1トン以上使います。東農ナンバーワン売ってる自負業者にも言われました。1人前唐揚げ何グラムなんですか？これが比較的に大きいサイズなので、半分にすると140から150グラム。定食にそれが3つついてますので、鶏肉だけで450グラムの設定ついてます。すごいボリュームですね。冷静に考えて450ってめちゃくちゃ多いですもんね。お肉を叩いてるじゃないですか。なんか理由があるんですか？下味がつきやすいっていうのと、筋切りして肉を柔らかくする。量がすごいですね。うちテイクアウトで時の駅前とか多治見にやってました。その分もあります。こちらで全店舗分のそうです。唐揚げの使はいいを。この包丁は僕の初給料で中華包丁を買って研いでってこのぐらいちっちゃくなっちゃう。ボロボロです。もともとはまっすぐなんもうですか？ほどこういうもう何年ものなんですか？27年もんですか。働かれて長いんですか？今4年目ですかね。お付き合いを10年以上。ちょうどうちがコロナ最中にテイクアウトで店出したので、その時に人手が欲しかったので、それはちょくちょく連絡取って、料理やめるとかこんな報告もある。でも何やったんだろうなと思ったら、まだ飲食で働いてた。でうちで一緒にやらんかって4時間5時間そうですね。ずーっと2人でファミレスでなかなかっていうのがあった。中山さんが口説き落としたみたいな。そうですね。一緒に頑張るぞって。何時間もかけて、そんだけ中山さんが惚れ込んだ男ってことですね。そうです。今日はそういうことにしていきましょうかね、本当に。ずっとここに50年おります。頑張らなあかんもんで
まあ、で5、6年は働けるかなと思って頑張ってます。23年一緒に働いてます。よくできたと思いますよ。喧嘩しながら。いいですね。カツオとアゴとか厚削りとソフトを両方使ってるカツオ。うち和風だし、はい、本当に昔ながらの中華そばだと思いますね。チー油を中華そばには。ああ、そうです。チーム順に作って塊買って溶かして使ってる感じです。でも絶対こっちの方が美味しいです。香りが違います。よく大根とかこんにゃくとか入ってるじゃないですか。こちらも一切バツと小腸と牛すじが入ってもつのみしか入ってないです。理由の最大の一つは美味しいもつ食べてほしい。野菜でかさ増ししても僕が好きじゃない。真空して冷凍もできるのでいろんな面考えてテイクアウト店でも持ち帰りできますし、ここでも食べてもらってもできますし持ち帰りもできます。新しい名物にしようかなというふうに思っています。赤味噌と、醤油砂糖をリンゴ吸ったやつとニンニク吸ったのをちょっと入れてます。20歳から名古屋駅の岩園というところ中華料理を修行してまして、滋賀県のグラッツェというところの一層楼というところで修行して、その後うちにここで23年目になります。今おいくつなんですか？今17です。どのぐらい働かれてるんですか？高1の夏ぐらいだから1年半か2年ぐらいだと思うんです好きなメニューとかおすすめのメニューとかありますか？親子丼がめっちゃ好きなんですよ私。唐揚げ定食の3個のやつを2つで。唐揚げ定食3個2つ。唐揚げ定食3個2つお願いします。はい。みそカツ丼がお一つ。単品のお2つでよろしかったですか？お待たせいたしました。唐揚げ定食3個ですね。
よ。角屋食堂さんのこだわりとかございますか？もちろん手作りにこだわってまして、あとはやっぱりお客さんが喜んでいただけるお料理を提供する、その空間も提供できたらいいなと思っています。お待たせいたしました。オムライスになります。お願いします。食べきれないよきっと。失礼します。単品の唐揚げですね。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。これは安心した。すごいびっくりする。唐揚げを違う、いいよ、いいよ、ラーメン。美味しいですよ。大きさびっくり。いらっしゃいませ。空いてる席どうぞ。いや、もうまとめ中華そばが2つ、ミニの中華そばが1つ、チャーハンが1つ、で唐揚げを単品で2個。失礼いたします。お待たせいたしました。チャーハンのお客様です。いらっしゃいませ。中華そばになります。メインのお客様ですね。これ先に切ってきましょうか。切ってもらえるとめちゃくちゃありがたい。3等分ぐらいに切ってます。 3等分、はい。ご注文の次第以上でよろしかったですか。こちらお会計の下お待ちください。お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。お待たせしました。唐揚げ定食3個ですね。おいくつなんですか17歳。長いんですか4ヶ月ぐらい。2大看板娘ですね。2台頑張ります。頑張ってください。オムライスが大きすぎてびっくり。大きいですよね。満足。今日のお夕飯多すぎる。持ち帰りできるのがいいですよね。そうですね。安いしね。また来ますね。ゆっくり餃子ができました。
体でも見たね。これ、あ、そうですよ。お待たせいたしました。唐揚げ定食ご用意いたします。これでっけえしこれ。でっか。味が染みててうまいですね。下味がすげえ美味しい。拳超えてそうだもんね。お味噌濃い。美味しい味噌。どうする？ピリ辛で今度。ピリ辛にする。俺タルタル。うわ。唐揚げ定食一番人気3揚げ物用トッピングでピリ辛ソースと自家製タルタルソース。失礼します。はい、はい、はい、どうも。どういったお客さんが多いですか？平日はやっぱサラリーマン、外仕事の方、週末とか家族が多いですね。もちろん地元の方も生産量日本一の美濃焼の町になっていますので、釜焼さんやら陶芸家さんやら陶器商の方やらいろんな陶器関係の人たちが使ってくれる店ですね。地元に愛される店を目指してますので。失礼します。はい。お待たせいたしました。唐揚げ定食3個ですね。はい、前失礼いたします。すごいな。うまい。美味しい。初めて。私は席で岐阜市なので多いよね。陶器ね。来たいなと思ったのになかなか来れんかった。すごいね。やっぱりね。噂通りのお店でした。お、行くじゃん。来た。お腹いっぱいになりました。なりました。美味しかった。はい、親子丼です。食べきりましたよ、こっち。5個行きましたね。すごいですね。まだいけるって言ってます。味が美味しいからね。味がね、そうそう。よく食べたね。すごいな。チャーハンできました。ありがとうございました。ありがとうございました。唐揚げ定食の5個、焼きそば定食とご飯単品お願いします。焼きそば定食と唐揚げ定食3個です。下の子が食べてたんで
意外と大きいですよね。めちゃくちゃ大きいです。お待たせいたしました。焼きそば定食ですね。ご注文の品以上でよろしかったですか？ほほうわすごいね。肉似合う。美味しい。丼2ですか？一番大きい唐揚げをやろうと思ったきっかけって、たまたまお袋にお願いした時に本当はもうちょっとちっちゃいサイズで切ってたんですけど、間違って大きく出してそれがすごく好評になっちゃって、それにやらざるを得なく調べていったらいろんな大きさもあったので、だったらもっと一番大きいサイズにしちゃえってで今の形になっちゃいました。きっかけは間違いから？そうです、間違いからやろうと思って木をてらってやってなかったところからです。昼も夜も働かれてると思うんですけど、労働時間でどのぐらいになるんですか？12時間13時間ぐらいじゃないですか。多いと14時間とかです。店名の由来とかってあるんですか？初代のおばあちゃんがから聞いた話なんですけど、昔この場所じゃなく角っこに信号があるんですけど、その角でやってた角屋っていうのと漢字が加えるに上るで右肩上がりっていう、ね、縁起のいいっていうことで角屋。今こういう食堂っていう形で高齢の方がやってる店が多いと思うんですけど、やっぱそういう店だんだんなくなっちゃってて、こうやってご飯と味噌汁とおかずと漬物があるそういう空間をやっぱずっとやっていきたい。日本人なんでね、味噌汁ご飯食べてホッとする空間をずっと提供して続けたいっていうのが、そこは変わらずやっていきたいなというふうには思っています。もう多分これがこう開けると今度ガスになっちゃうから、もう灯油の釜作ってないからさ。佐野さんは何代目なんですか？4代目になる。でここが108年目か。一番最初の歴史はひいばあちゃんが料亭の娘で、ひいじいちゃんが丁稚に行ってそこで修行しとって、そこから瀬戸へ出てきて、本当は蕎麦屋やるかなって言ってたんだけど、うどん屋がなかったんで、うどん屋をやる。そこの料亭の名前が門木っていう名前だったんで、うちのひいじいちゃんが水三郎っていう名前なんで、
で、蜜と門木を取って門蜜って名古屋城の堀のとこにあった料亭なんで、80年前はあったってことはね、空襲があってから80年経ってて、その時に燃えちゃってなくなったんで、出てきてからも20何年はあったんかな。すごい歴史があるんですね。歴史がわからないからさ、ひいばあちゃんやひいじいちゃんおらんからさ、この店がまあなくならないように頑張るんだけど、もしなくなったとしても誰かが覚えててくれたら嬉しいよね。佐野さんは今おいくつなんですか？57歳になります。お若いですね。あ、見た目が子供はまだちっちゃいんで、上の姉ちゃんが28やけど下の娘は13歳なんで、中華そばやるんで。中華スープ鶏ガラとかなんですか？鶏ガラでこれね、一日中火つけてる。休みにもこれ悪くならんためにずーっと火入れに来て、正月の何日かの休みだけ空にしちゃうけど、あとはずーっと持たしちゃう。店来るのは365日かな。長期休みとかも取らないんですか？その時は何か考えて誰かに火だけ入れてもらうように。年末は31日2時ぐらいまでやるんで、年越しそばやるんで、朝方寝て2日休んで、3日目がここで大概新年会なんで、慣れないお酒を飲んで新年会やりながら年明けのスタートの仕込みをしちゃうんで。お酒飲めないんですか？あんまり飲めないです。楽しいで飲んじゃうんですけど、その時は。でも体が偉いんで、ソウタガツオと室サバに室アジ。味噌煮込みが出るときはね、むちゃくちゃ出し取らなあかんもんで。冬はもうほぼ味噌煮込みが出ますか？味噌煮込み多いね、うちは。夏でも辛い味噌煮込みあるんで、スタミナのニンニクと赤唐辛子が入ってる。これはすだちのうどんの白つゆ冷やさなあかんもんで、これに入れて、結構な色がつくでしょ。コロ作るんだけど、コロの冷たいうどん作る時のために半分ぐらい冷やして、これはかけうどんとのつゆだけど、それと違うのを合わせてコロの下地作るんで、開店前まで水で冷やしといて後から合わせる。冷やしたうどんの下地と、うちは丼もんの下地ある、カツ丼、天丼、そんなやつをブレンドして、金飛びの滋賀製粉っていうとこ、金飛びさんが多分一番最初に売りにしたやつかな。一回変えてみたけど、うちは昔からこれやからうちの先代がうちは機械を使わないって、そういう断りがあって、これが一番大変なんだけど。足で踏んだりしないんですか？一人よ。その前に手でこね取るとこが少ないやら。機械はじゃあ一切使わないんですか？機械はね、中華そばとおそばを切るのに使うだけで、うどん、きしめん、煮込みに関しては本当の純ってうちだね。うどんはどのぐらい休ませるんですか？さっき踏んだやつは、はい、またもう一回踏み直して1、2時、3時ぐらいまで置いといて、そこからちぎり出しやって30分1時間ぐらいしたらもう一回きれいに。ほんで出すのは大概明日からいいやからね。暑さと湿気とでうどんもなかなか大変なんですよ。昨日の湿気でね、うどんがちょっと柔らかめになっちゃうのかな。茹でるまで吊るすんですか？いや、そんなことない。乾いたらしまって、最終的には昼前にもうあと2枚ぐらい打って、ピークの12時ぐらいにここにかけてあるやつを
今日も湿気強くてムシムシして湿度が高いとしっかりとかかってない状態になるかもしれるんで、気にして湿度っていうか塩の部分を多くするんだけど、昨日の夜とかもっとあったと思うからさ、仮面の中で寝かしてるうちに乾燥させるとしまう時につかなくなる。うちみたいに手で切って手で伸ばしてってやっとるところはこうやってやった方がいいよね。このままかけておければまあいいけど、どういう時はこうやってブチブチブチって切れて弱いところから落ちてっちゃうんで、やっぱカラッとしないから乾ききらない。今も湿度 60% やけど肌が綺麗になるんで、この間豊揚さんに教えてもらったとこやけどね、俺はもう一回踏むよって言って、俺もそうしようかな。豊揚さんはうちの芋うどんが世界一うまいっていうらしいでこれで13キロぐらいかな。大体1日ってどのぐらいお客さん来るんですか？土日の忙しい時だとマックスで200で、今これが売っとるのが80いくつかな。そばや煮込みや中華そばで丼もんがあるもんで、うどん自体は100ぐらいかな。中華そばも人気なんですか？中華そば結構出るね。返しうちのおふくろが嫁ぐ前から変わってないと思う。お母様おいくつなんですか？84で。まだお店に立たれてるんですか？立ってますね。あ、自然薯10年薯。あ、珍しいですね、うどんに入ってる。それがあれで遠方から結構食べに来るんで、10月の半ばから今年は4月の終わりがけぐらいまであったけど、取れる取れんもあるんで、気候もこんだけ変わってきてるんでもう分からんけど、旬は12月から2月ぐらい。その人の好き不好きがあるからさ、最初の頃は青臭い、でもそれが好きっていう人もいるし。芋の味を感じられるものなんですか？もちろん全然違う。1日どのぐらい炊くんですか？多い時だと4升5升ぐらい、暑い時だと半分ぐらいになっちゃう。冷たいうどんばっかりになっちゃうんで。これ上じゃない、もう切るよおでんって1本いくらなんですか？100円で。安いですね。まあこれでもね、あげたんだよ。1年中やってるからさ、夏場でも空になる時は空になるよね。売り切れたら終わりですか？じゃあ。いや、まあ足しながらやっちゃう。土日忙しいんで間に合わなくてもう入れても入れてもっていう時はありますけど、多い時だと何本ぐらい出るんですか？丸と空になるで200本ぐらい出る時があるんじゃないかな。おでん自体のメニューも昔からなんですか？そうですね、僕は子供の頃からあったと思う。これは冷たいうどんの汁でちょっと甘いんで、これで味が整うんで。まだ門丸さん行ってない？お水の代わりにだしで、具材はもう昨日のうちに炒めて味付けしてあるんだけど、茶碗で15杯ぐらいかな、4合ぐらいだけど具材が入る分で5合ぐらいになるかな。もうこんだけしか炊かないんで1日。姫たけのこってたけのこがあるんで、これみんなおでんの具材とかしわとたけのこ。カジキはもう定番メニューですか？そうですね、定食につくんだけど、カジキばっかりです。瀬戸の市場から買わさせていただいて。定食の天ぷら選ぶと、この3種類と玉ねぎの天ぷらがつくっていう、白いご飯か五目飯かあって、結構ボリュームありますよね。まあね。これはね、去年から始まったメニューの鶏天すだちおろしっていうやつの柏の天ぷら。一回揚げといて2度揚げするとカリカリっと揚がるんで、増えてくもんね。だんだんやることが増えてく。昔ながらのもうなくすとさ、たるがある人がいるから。今何品ぐらいあるんですか？うどんそばと全部いっちゃったら100とかぐらいになっちゃうんじゃないかな。
私は門水のおばあちゃん。5月で84年。すごいお元気そうですね。そうでもないですけどね、まあ何にも仕事やらずにおると頭がこけておかしくなるでしょ。やっとった方がいいでやってます。私は揚げ物、薬味を切ったりね、野菜の皮むいたり掃除したりでやることがいっぱいあるでしょ。揚げ場だとやっぱ経験がないと。60人やる。このお店自体は何年ぐらいなんですか？前はね、100年のよう経っとった建物だったけど、壊して建て直ししてから52年、初めからここの場所だよ。これこう両方ともみんなで真ん中だったから、後ろも前も全部ね、子供さんたちももうみんな嫁に行ったりとかで、孫ができても亡くなっとる人もあるでしょ。昔はね、朝8時ぐらいからこう仕込みがあるから入って、夜12時まで営業してたんですよ。10時半ぐらいから。おはようございます。はい、おはようございます。母ちゃんの同級生で豆腐屋のおばさん、豆腐を持ってくるの毎日何十年もずっと通っとらせる人だよ。お客さんが定食とか頼まれるとちょこっと何かつけてあげたいもんだからおまけでつけとる。でもなくなったら終わり。昔から来てくれてる常連さんもいますか？親子3代ずっと続いてきてる人もいる。陶芸家のね先生の息子さんなんかでも今息子さんが先生で頑張ってやってみるけどね、息子さんがまたずっと来てくれとる。土地柄の陶芸家の方とかいらっしゃるんですね。多いですよ。瀬戸はやっぱり陶器の町だからね、いろんな人が見えるでね、ありがたいですわ。おじいちゃんが来てお父さんが来てまた息子が来て、東京の大学に行ってね、瀬戸を離れても来ると門水のうどんが食べたいでって言って一番先に言うって言いやすね。ずっと来てもらっとるってことはまあなんとか国に入れてもらっとるかなと思って。こういうね、切り干しでもね、私たちと同級生のおばさんがね、無農薬で大根作ったやつで、自分で手で切ってるからね、なんで連なってるの、こうやって。こんなになっとるがんってて、お客さんが思うかもしれんけど、ほんでもう、体にはうどんの出汁でこうやって似てるから、ちょっとはいいかなと思うね。今はみんな添加物ばっかりやもんね。煮物とかにされるんですか、これは。彩りがいいもんで、ちょっとこうつけたりとかね、たけのこの味噌和えの横にこれをくっつけたり、サラダに入れたりするの。お客さんもみんなだいぶ昔と変わってみんないろんなもの食べるようになったよね。やれないことはやれないけど、まあやれることならと思っちゃうもので、だんだん仕事が増えてくね。これを煮たつゆが返しになる。の上に乗せる大肉なんだけど、唐揚げが変わってて、生姜とニンニクのこのベースのタレを唐揚げに絡ませが唐揚げなんだ、うちのね、はい、その唐揚げのタレを使ったまかないに作ったようなやつがメニュー化し、だから増えていっちゃうね。これはメニューにでまあ冷ましといて冷たいうどんにのせて、出汁を見るために一杯味噌汁飲んでおでんを食べるとある程度わかるんで、はい、食べよう。おでんはすごかったよね。俺もうどん入れて、
はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。じゃあ、大エビとか。あ、大エビにしようかな。大エビ天からでいいですね。冷たいやつね。麺こちらにしましょう。何でも選べますので。きしめん。大エビ天からきしめん。あとエビおろしきしめんです。エビおろし。お待たせしました。エビおろしになります。エビおろしこちら。これ大エビなので。こちら大エビね。それから五目と白大盛りカレーうどん。はい、あかくん。もう花ちゃんも何粒目くらいですか？どんな転職をお探しですか？これはない昔ながらの SB で。どうですか？後で何をはい、いいですか。はい。冷やし中華の定食ね。何から覚える？冷やし中華定食。なんか一人で麺がすごいもちもち。麺が美味しいです。初めてです。初めてですけど、グループホームをオープンしたものなんです。昨日から内覧会やってるんですけど、そこに来られた方々もここは本当美味しいから行った方がいいよって昨日も言われたんで来てみました。これからご近所なんでちょこちょこ来させてもらおうかなと思ってます。冷やし中華定食。骨盤が後ろに倒れているやりやすいのが特徴になります。骨盤周りの歪みたりできる秘密を教えていただきます。ご覧のようなパネルをいくつも驚かれると思いますよ。そして何といっても今回のよく来られるんですか？週2ぐらいかな、昔から。おすすめのメニューあります？僕は手打ちうどんとかスタミナうどんとかね、煮込みうどん、そういうのが主ですから美味しくいただける。なくなる頃に。で、出るで見てよ。いろんなことばっかしゃべる。二度揚げすることによってカリッと。これは特に味付けとかは全くなし、すだちが乗ってるんで1個乗って半分ずつ、1つはつゆの方にかけて1つは鶏天の方にかけるとさっぱりしてもそれだけで十分、だしもあるんでそれで十分食べれるんでね、サクッと。はい、いらっしゃい。で、運営会社としまして、はい。
初めてですか？これ初めてじゃない。何回も来てる。今日は何を頼まれたんですか？一番目についたで、鶏天つだけうどんでいどうですか、お味。いんじゃないですか。はい、ありがとうございます。カレー丼と野菜サラダです。あ、本当。あそこも100年近いんだ。安くて美味しいって言ってみれたね。店で忙しい時だと2時までに100人いますね。30ちょっとぐらいかな。じゃあ3回転ぐらいするんですね。3時間でするね。土日になら80ぐらいは来る。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。機械で作っとるわけじゃないからさ、太さもいろんな太さがあるから、茹でる時間の基本を13分にしてるけど、15分かかるやつもありゃ10分で上がるやつもあるんで、ちょこちょこ見ながら。おじいちゃんが言っとったけど、麺は面倒見るのだから釜の中入ったら量を少しずつ足してさ。ちょっと固めに茹でといて、でここからまだ湯の中に1回くぐらして戻してあげると、ほんとツルツルっと食感が出るんで、わかる？艶が出たの。どのぐらい前から来られてるんですか？20年ぐらい。あ、そうなんですか。会社が近いから大体きしめん。うちはね、慣れるとこっちの方が遅いからだいぶ違う。大事なお客さんやね、本当に週5分ぐらいから。慣れちゃっとるからさ、そう思っとるのは俺だけかもしれんけど。びっくりするよ、70年とか通ってる人いるで。ロースの長いの1本買って、とんかつは用意出ます。うちは肉をね、70年とか、ずーっとその関屋さんっていうところで他では買ったことがない。そこもいいものを持ってきてくれるね。お豆腐屋さんもずっとですか？で、私が嫁に来る前からもっとずっと買ってるから、もう70年、80年ね、もう長いですよ、本当に。親の代からずっとです。昔はね、オラード使ってたけど、もうさっぱりがいいもんだから、サラダオイルしか使ってないの。で、ほんで。仕事楽しいですか？他のことをね、何もかも全部犠牲にしてこの店ってやってきてるから考えられんね。あんまり長く休むともう退屈でしょうがない。こういうことをやって一日があっという間に過ぎる。煮物やったり漬物やったり、これからきゅうりができると
きゅうりのからし漬けとかつけとくとものすごく美味しい美味しいってね、お客さんが分けてくれって帰りに買って持ってかれる人もいるぐらいで、そういうのが自分の生きがいみたいなもんだよ。忙しいとね、こんなんが満タンになる。はい、味噌カツ。天ぷらもサラダ油？もちろん毎日新品。胃もたれ専用ね、油がきれいだから。だしきしめんところうどんでお願いします。小カツ丼映れるよ、揚げも。変化球やっぱりよ。写真見ますみたいな。すだちめっちゃ美味しいわ。私は何回か来てて、初めてめちゃくちゃ美味しいし、店主が大好き、喋りやすくて顔も覚えててくれたり、近くでお店やってる飲食の方がすごく来られてて、その人に連れてきてもらったんですけど、みんな仲良くてアットホームな、楽しくて今でもたまに来ます。今日お二人結構がっつりっすよ美味しいんでペロリです。なるほど。じゃからうどんから串中華に。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。はい、お待たせしました。エビ天から串麺ですね。じゃあ、ごめんなさい。すいません。とらうどん、とら串中華です。
どん屋20歳ぐらいの時に1回戻って23ぐらいの時にまた出てって40に戻ってきて代が変わって 9年目。お父様はまだ亡くなっちゃったね。親の言うこと聞くような子供じゃなかったけど、たまに親父が喋ってた言葉が思い出されるよね。つじつまが合ってくることがたくさんあって、親父たちはやっぱ苦労して育ててくれたなっていうのはこの仕事の大変さを知ったら感謝が増えるよね。やっぱ頑張ろうかなじゃなくて頑張らなあかんって思いますよね。取る時はあるけど、でもその時だけは1時半でも半がやって言って1時半の時に出汁を取り始めたけど、もう空になったんで3時ぐらいに1回店閉めて、でも表で大垣から来てるんで外で待ってますからいいですかね。その間に出汁作って麺もう1回打って5時ちょっと前ぐらいに開けれたもんで、まあ、そんなようなこともあったね。はい、いらっしゃい。よいしょ。はい、いらっしゃいませ。製麺技術はやっぱお父様とかから自分がやれなくて悔しい思いした時があって、先代に教えてくれんかって言ったら分かったって言って、朝早くみんなが来る前に3日間教えてもらって、その後に「まあ子供の頃から見とるで俺直したので、まあ、自分でやってみよう」ってでそのまんま親父に最初に教えてもらった塩の加減とかそういうやつで自分でやって、でも硬くてうどんが硬いんできしめんまで伸びない分厚いきしめんができて、量考えたら親父がこんだけぐらいの水を入れなさいって言ってから、季節によっては塩水が足りなかったりするんで加水しなきゃいいんだけど、その加水をしずに無理やり僕がこねちゃって踏んでたから、それは伸びないんだよね。しばらくしてからって分かって、それからは良くなったけど。怒られることあんまなかったんですか？よく喧嘩しました。今思うといい親父で、この仕事大変だからこうやってやってくれたなって思うと、昔は出前とかもやってたんで、雨の日とか雪の日とかにも出前して食べさせてもらったなと思うと、本当に感謝しなあかんなって思う。まだ肌が汚いじゃないですか。2時間ぐらい経ったらもう一回本丸このまままた亀の中にしまって、今度の会も子が来るじゃんね、練習しに一緒にどっか行くんだけど、どこにしようかなと思って、一番最初は豊川家に行って、次が猫がほら恵比寿屋さん、パリパリのやつうちもやらさせてもらうもんです。あ、そうなんですね。パリパリが美味しいからさ。人見知りうどんっていう名前のメニューになるんですか？そう金貝さんどうですか？まだまだ時間かかるよね。でも煮込みはさなんとか出してるからさ、俺も食べに行ったけど美味しいし、よそで食べる煮込みと思ったらうちに近いなっていうのはやっぱ思うね。俺が教えたやつやで、まあもちろんそうなんやけど、これから先頑張って手打ちがやれるようにって本当に思ってる。いい子やもんね。スタミナの味噌煮込みとか中華とか、そういうのにこれを入れて使ってるね。ニンニクと唐辛子、これからニラで、夏バテ防止でさ、こういうの食べるといい。干してさ、これできれいにしたやつをこうやって皮むいて、これをまたこれスライスして入れて使ってる。ものすごい数のニンニクだよ。手がねものすごくね荒れて痛い。でそれをねどこどこで買ったやつ何月何日って書いてね、冷蔵庫の中に入れといて、これもみんな私の仕事。やっぱりこれが食べたいで来る人がおる。なんで
ご飯が食べたくなるよ、うちの味噌煮込みは。これから高校卒業してからですけど、今おいくつなんですか？今64。46年ですね。ちなみに今これって鰹節だけですか？2種類あります。黒味とソーダ節。朝何時からされてるんですか？7時半からそれぐらいじゃない。早めに家出て、でちょっと上で休んでるんです。満員電車やないけど混むの好きじゃないので、それがあんまり重要に。これ右です。これ何ですか？赤だし、味噌汁、丼物につける。これは何用のお肉ですか？これはカレーとか肉うどんの牛です。定食が小丼と小鉢のうどんがセットになってる。定食がたくさん出るんですね。これから寒くなればうちはカレーがよく出ますね。
海苔を巻いて揚げたりして磯揚げっていうつまみですよ、ビールの。あ、そうなんですね。これを入れたおろしうどんっていうか、そういう美味しそうですね。油抜きして、その後たまりと砂糖で味付けして。カレーのルーはどこ使われるんですか？エバラのマドラスカレー。大概のところはSB の赤いカンカンのカレー粉と片栗粉で、それでとろみをつけて。その他に具材は入ってるんですか？だからうちの場合は牛とネギだけですね。あとは出汁を入れてる感じですか？白だしと味のないうちでいうバカだし。
私恥ずかしい。いえそんな。笹は読んでいかないといけないわ。もう何十年も前とかですか。そうですね。あ、そうなん。中野さんはなんか46年ぐらいっておっしゃってましたけど。はい。もうちょっと後です。そうなんですね。はい。女子のソフトボールでも。あ、好きな席どうぞ。なめきし大盛りです。麺はうどんより茹で時間短いんですか。短いですね。太さがもう違いますから。もっとぐらいかな。もっと。特にうちの場合はその塩水の濃度が濃いもんですから、作る明太の形をやっぱりきしめんの場合はちょっと薄めにしてみたりとか、うどんもできたらちょっと細めの方が本当はね、茹で上がりが早いので、そういうような方向にはしては。中山さんで何代目なんですか。私3代目。あ、そうなんですか。創業は何年になるんですか。昭和2年です。はい、おじいさんが始めたと聞いてます。おばあさんがうどんを作っとったという話で笑っちゃいますよね。いやだからうちのおばあさんもなかなかのね、上血だったらしくて、いまだにやっぱ親戚筋でも有名ですから。S サイズじゃないの、なめこ。大きくなっちゃった。あんまりかっこよくない。お待たせですね。おうどんでよかったです。おうどんでいい。いらっしゃいませ。お二人様。食材持って。
追加です。サンバの。なんかトッピングとかも見てるから。いらっしゃいませ。どうぞ。また2名さん。はい。いらっしゃいませ。まあそれ。3個。ストライク。そばに取りかけ。はーい。いらっしゃいませ。これ終わりですか。はい、鶏ケザル、マグロケザル、スキトロです。親子、シーメン。あと全部あっちまったけど。鳥系3個とかってやだよ。マグロきしめんでいこう。マグロきしめん11がない。失礼いたします。ライトセットお待たせです。はい。5万円の LED パネル。はい、いけるかな。ここです。中根先に今の追加のザルに台入れたって3番。はい、すみません。エプロン入れましたね。はい、ちょっと待ってね。これがないとね。カレーうどん屋さんはみんなこれがね。ご迷惑を。彼言うからも。よし、はい、5番。鶏カレーは当番。鶏カレーは当番。このカレーうどんが一番うまいの。普段は食べないんですけど、カレーうどん食べにここに来ます。これはうまいの。絶品だよね。メロがない。とりあえず今書いて。計が2個。どうなんかな。こんなもんかな。偏差値45ぐらいですか。ちょっといいかな。余裕がある。出入りが重ならなければね、忙しさは感じないけど、出入りが重なるとパンクしちゃうよね。
気をつけて。今日何頼まれたんですか？親子丼とおろしそばです。このエビとかすごくないですか？このエビがすごいですよ。他と違うんじゃないですか？こんなエビ。こんな見たことない。え？見たことないね。今は何店舗やられてるんですか？直営は1軒だけど社員が独立して営業している店が複数ありますので、そちらとのやっぱ交流、お客さんの交流もありますね。量入っとるな。こちらが大盛り。はい、鶏カツのきしころ大盛りです。きのこときしころです。はい。はい。きのこ。はい、ありがとうございます。はい。かかったらすいません。
大丈夫。また教えとなんだけど、今日も用意はしたんだけど、まあやめとこうなってやめこれでカツ煮の完成です。ダブルが1500円、そっちが1850円、はい、野菜にも900円、3人前が1250円、5人前1700円、900円、マグロの750円、マグロの900円、450円、これでやっぱりすいません。何を？ネギを多めで揚げが少なくて。揚げ少なめで6切れだけど、揚げはそのでね。揚げは半分ぐらいで、ネギ多めでね。お願いします。はい。そうだね。自分の趣味や自分が見てるもんですよ。